皆さんこんにちは、チャオ旅です。北陸富山県高岡にやってきました。美しく荘厳な国宝瑞龍寺、海越しの絶景が楽しめる富山県西エリア、心ほどける体に優しいグルメに天然の生けす富山湾の海の幸、伝統工芸と融合した美しいスイーツ、絶品グルメと街歩き、チャオ旅ならではの旅をお楽しみください。それでは高岡の旅に出発。今回の1泊2日旅プランがこちら。古い街並みやものづくり文化が楽しめる高岡、天然の生けす富山湾の新鮮な魚を味わえる氷見、日本の漫画文化を支えた2人の漫画家のふるさと高岡氷見を巡るプラン。まずはみんな大好きドラえもん。高岡はドラえもんの作者藤子 F 不二雄先生の出身地。高岡で訪れたいのがここ、ドラえもんの散歩道。高岡の伝統産業高岡銅器の技で作られたドラえもんたちが迎えてくれます。しかも駅には高さ2メートルもある高岡銅器のドラえもんポスト。ここから投函すると特製の消印がもらえるそうです。帰りにやってみたいと思います。なおの調べではそろそろドラえもんがやってくるらしい。高岡と海辺の町射水を結ぶ万葉線。駅にやってきたのはドラえもんの世界観が広がるドラえもんトラム。車内にはドラえもんやあの秘密道具まで。高岡駅からトラムに乗ってドラえもんスポット巡りも楽しそうです。運行情報は公式ホームページに載っているので、絶対に乗りたい方はぜひチェックしてみてください。高岡おとぎの森公園にやってきました。めちゃくちゃ広いね、この公園。めっちゃ綺麗ね、ここ。もう家の近くにあったら毎日来てる。なんかもう地元の方の憩いの場って感じやね。広さが東京ドーム約 2.5 個分あるそうです。めっちゃ広富山の四季を感じられる高岡おとぎの森公園。園内にはあの空き地が。ドラえもんに登場するいつもの空き地、ジャイアンやスネ夫まで、まるで作品の中に入り込んだ気分。お色直しされたばかりなのでとても艶が出ていました。ふるさと高岡の街に愛されるドラえもん、楽しい旅が始まりました。自転車を降り高岡を代表する寺院瑞龍寺へ。瑞龍寺は約20年の歳月をかけて建立された加賀藩二代藩主前田利長の菩提寺。利長公は高岡の町を開いた人物です。菩提を弔うため加賀藩三代藩主利常により建立。境内は禅寺の特徴の一つである総門、三門、仏殿、八塔がまっすぐに並ぶ伽藍配置。美しい建築配置を味わいましょう。左右対称の端正な設計が大きな特徴で、1997年には三門、仏殿、八塔の三棟が国宝に指定されました。三門の扁額高高山は日本に王幕文化を伝えた隠元禅師のもの。隠元さんといえば京都宇治にある大幕宗満福寺の構想。言ってたけどさ、その隠元さんと一緒に中国から伝来したものが建築、文学、音楽、書道、絵画、彫刻、さらに印刷、医学、飲食に至るまで多岐にわたります。日本に様々な文化をもたらした方で、ここでつながるとは思ってもいませんでした。思わぬところで歴史がつながるのも旅の魅力です。
回廊の奥には前田家、織田家の石廟、加賀藩初代藩主前田利家は織田信長の家臣として仕えていました。美しく荘厳な国宝瑞龍寺、回廊からの眺めが茶的に素敵でした。高岡は約400年続く鋳物の一大産地。古くから鋳物技術が盛んで仏都とも称されてきました。高岡大仏は伝統の鋳物技術の粋を集めて建立された高岡銅器の象徴です。その規模は奈良、鎌倉に並ぶ日本三大仏。街中に現れる大きな大仏、とても迫力があります。今回の高岡ランチは手作りのお惣菜に惹かれて安心ごはんさん。山頂筋に立つ100年余りの古民家を改装したお店。常時30から50種類もの料理から好きなものを選んで楽しめます。高岡の素材を使った魅力的なお惣菜が多くてつい取りすぎてしまいました。量も自分で決めることができるので、いろんな種類を少しずつ食べたい私たちにとってワクワクのランチタイムです。靴を脱いで畳に座って食べられるのも落ち着きます。肉味噌めっちゃ美味しい。本当に？ナストロトロやん。うまいな。幸せ。美味しいね。お弁当にもできるそうで、こんな美味しいご飯を食べられるなんて高岡の方羨ましい。体に優しいランチの後は古い街並みへ。山頂筋に広がる土蔵造りの街並みは商業の中心地として発展し、散策に人気のエリア。おしゃれな赤レンガの建物は昔の銀行。土蔵や商家をリノベーションしたショップやレストランなどが立ち並びます。金谷町は鋳物・鍛冶の町として発展した地区。千本格子と呼ばれる縦格子の町家が並ぶ家並みが魅力です。江戸時代初期に加賀藩主前田利長が城下町振興のために7人の鋳物師を招いたことが始まりです。高岡に400年以上息づく鋳物文化。訪れたかった鋳物のテーマパークへ向かいます。駅からバスで30分かけてきました。これね、一番今日楽しみにしてたうん鋳物メーカーの農作さんの工場見学と、なんか美味しいスイーツが食べれるショップがあるらしい。楽しみ。いい残響っすね。すごい。最後の余韻が長いね。ねまだ鳴ってる。1916年、仏具製造の鋳物メーカーとして創業した農作。本社工場では見学、体験、カフェ、ショップとまさに鋳物のテーマパークのような空間です。エントランスの壁一面に並ぶ約2500ものカラフルな木型。足元には真鍮で作られた立派な日本地図。正直鋳物についてよくわからないので工場見学に参加してきました。鋳物とは熱で液状化にした金属を型に流し込み冷やし固めた製品。まずはエントランスにある木型の説明から。エントランスの展示と思っていた場所はまさかの倉庫。職人さんが必要な木型をすぐに見つけられるようにメーカーさんごとに色分けされています。正直カラフルなのは映えのためなのかと思っていました。ところどころ抜けているのは現役で今まさに使われているからなんですね。
ガイドさんの案内のもと、職人さんの作業場を見学させていただきました。準備から鋳物の工程、成形される様子を間近に見学。真鍮と鈴で色が違うのもポイント。ドラえもんアイテムもたくさん作られていました。工場見学後は2階のギャラリーへ。ギャラリーでは農作の製品に触れられるコーナーも。すごいね、めっちゃ曲がるやん。すごい簡単に曲がる。しかも曲げるときにさ、なんかちょっと音がするの。プチプチプチって。あ、そうなの。そう、鈴は鳴くんだって。鋳物体験の横には鈴のタンブラーで富山の湧き水が飲めるコーナーが。もうグラスがすごい重さがあって、水を入れた瞬間に一気に冷たくなった。そしてなおが楽しみにしていたスイーツの時間。秋の味覚が楽しめるほうじ茶のテリーヌと全粒粉を使用したタルトのチーズケーキを注文。待っている間にお土産を検討中。やっぱりドラえもんが気になる。ここのカフェのポイントは、注文したスイーツが鈴のプレートや器、グラスで提供してくれるところ。鈴は硬そうに見えて実は変幻自在。このプレートってこんな使い方ができるんだと可能性が広がります。見れば見るほどどれも欲しくなってしまう。迷うね。迷う。農作さんで2万6,000円のお買い物をしました。満足です。満足です。ポップはね、ちょっとアウトレットの安いやつを買ったんだけど、あと絶対欲しかったカゴを手に入れました。変幻自在に形を変えられる万能なカゴ。これにフルーツを入れるんだ。来た。世界遺産バス。今回は時間がなくてできなかった体験。次行くときは鋳物作りにチャレンジしたいです。2日目はあいにくの天気ですが、美味しい朝食を求めて朝早くから氷見へ。高岡から氷見までは列車で約30分。富山湾越しの絶景区間を走る氷見線。天気のいい日は最高の絶景鉄道旅です。乗り換え客も少なく、乗客は数名で出発。晴れていればもっと乗客は多かったのでしょうか。海側のボックスシートがこの列車の特等席。天然の生けすで採れる寒ブリが有名な漁師町氷見。漫画家藤子不二雄 A 先生のふるさとです。漁港近いから、なんかそれにちなんだ神様ね、祀ってるんかな。ここでお参りしてから行ったりするのかな。漁に出るとかね。ね、もうすぐ漁港というか市場だよ。氷見漁港に到着。おお、港だ。漁港にある
氷見魚市場食堂にやってきました。100年以上の歴史を持つ魚商釣りや魚問屋の直営店。平日とかはここで競りとか市場の様子が見れるんだよね。あ、そうだ、なんかすごいじゃん、ライブビューイングみたいな。今日は日曜日だからお休みだから食堂も空いてるのかな。それもあるね。しかも雨やしね。普段は早朝から列ができるほどの超人気店です。市場に上がった取れたての魚を使用した海鮮丼などが人気。魚市場名物氷見浜丼定食と漁師飯の定番氷見海鮮漬け丼をいただきます。なんと定食を注文すると土鍋の漁師汁がついてくるんです。寒い朝にはこれは嬉しいサービス。はい、それではいただきます。魚のお出汁も出ててボリュームもたっぷり。しっかり温まって朝から元気になれました。おいしい。贅沢な朝食の後は氷見の街をぶらりお散歩。マンガロードでは藤子不二雄 A 先生の代表作忍者ハットリくんの仲間やもぐろ福蔵など街歩きが楽しくなるキャラクターたちにたくさん会えます。マンガロードを歩いていると藤子不二雄 A 聖火の文字。曹洞宗海景山高禅寺。650年以上の歴史を持つ加賀藩前田家ゆかりの古刹。漫画家藤子不二雄 A 先生の聖火でもあります。他にも珍しい形のからくり時計もありました。時間が合わず見れなかったのが悔しい。滞在時間は短かったですが、こんなにもキャラクターたちに会えるなんて思っていませんでした。藤子不二雄 A 先生が残してくれたキャラクターたちを受け継ぐ氷見の人たちの愛を感じました。この後は、天原市海岸に行きます。どうかな、晴れてるかな。バスもあるらしくて、ちょっとね JR の時間だったら間に合わなそうだったから、バス調べてみたね。義経岩へお越しの方はこちらでございます。次止まります。富山湾越しに見る立山連峰の美しい眺めと源義経の伝説も残る景勝地天原市海岸。なんとか間に合ったね。ギリギリ。うっすら見える。朝はさ、もうほんと山自体見えなかったからさ、そうやったね。まだ見えただけよかった。何してんのそこで。雨宿りだよ。義経と弁慶が旅の途中でここで雨宿りしたの。そういう意味もあって天原市。そうそう。いや、すごい名前つけたよね。歴史に思いを馳せることもできますよ。そんな伝説の残る義経岩の上には義経神社が祀られています。少し冷えてきたので道の駅天原市で休憩。ここから見る景色もまた絶景です。朝ごはんを食べたばっかりですが、ここにも高岡の食材を使った魅力的なメニューがあったので迷わずいただきます。温まる。きのこたくさん。お土産もしっかり選んで次の目的地へ。伏木ってとこ？そう。伏木は万葉集を読んだ大友のやかもちゆかりの地。そういえば天原市にも区碑がありました。お寺らしからぬ言葉じゃない。でかろうそく。でかろうそくのお寺。気になる。気になる国宝の前にレトロな洋風の建物を発見。こちらは高岡市伏木気象資料館。
日本初の私立測候所です。明治期から残る気象観測施設として様々な機器や記録を残す資料館になっていますが、実は現在も富山県西部の天気予報をする際の拠点になっているそうです。冬の訪れを告げる冷たい雨に濡れながら、県内2つ目国宝に登録された正光寺を見学。境内には七不思議があるそうで、例えば見習らずの銀杏、木から子供が落ちたり身を奪い合う喧嘩が起きたりすることから、住職がお経をあげると翌年から実をつけなくなったと言われているそう。他の七不思議も全部見たかったですが、バスの時間があるので撤収。途中ドラえもんトラムに見送られ、高岡駅に戻ってきました。高岡駅前でございます。最後にドラえもんポストに旅の思い出を投函。絵はがきはお土産店、切手はコンビニで購入できるので、皆さんもぜひ投函してみてください。じゃあはい、旅の記念に。いってらっしゃい。バイバイ、お願いします。一泊二日で巡る高岡氷見の旅、いかがでしたか？素敵な場所やおすすめなスポット、ぜひコメントで教えてください。私たちは晴れた日の天原市海岸にまたトライします。チャンネル登録、グッドボタンで応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。